宗教の教えに対する反問にはいろいろあります。神様は果たしているのでしょうか。神様が全知全能、偏在し、自然死美で愛であり、審判の主であり、人類の父などと表現しますが、そうだということをどうやって知ることができますか。じっとしていてもいいはずの神様がなぜ宇宙を創造したのでしょうか。神様の創造の目的は何なのか。絶対的な神様が創造した世界になぜ弱肉強食という現状が起こっているのか。人間が堕落して罪の世界ができたというが、完全な神様が創造した人間がなぜ堕落するようになったのかなどがそれです。今まで神学者たちや霊界に通じる数多くの人たちはサタンがいることは知っていましたが、全知全能なる神様の前に反対するサタンをなぜ防御できなかったのかという問題は分かりませんでした。全知全能だという神様がなぜ無力な神様のようになり、人類が滅びていくのに手をつけられずにいるのでしょうか。宗教紛争の根本原因もやはり本体論の曖昧さにあります。絶対者はただ一つであって、二つも三つもありえないにもかかわらず、各宗教の指導者たちは自分の絶対者だけが正しい神であり、それ以外の神は誠の神ではないと見ているので、結局宗教ごとに絶対者がいることになり、絶対者が多数いるという乖離が成立します。したがって全ての宗教の神は相対的な神に過ぎないという結論になり、各宗教を通じて立てようとした絶対的価値観、すなわち神の愛と真理に関する理論は相対的なものにとどまっています。すなわちこれまでの宗教は混乱を収集することができる絶対的価値観を立てることができなかったという結論になるのです。新しい本体論は従来のすべての絶対者が各々別個の神ではなく、同一な一つの神であることを明かさなければなりません。それと同時にこの神の属性の一部を把握したのが各宗教の神観であったことと、その神の全貌を正しく把握して、すべての宗教は神様から建てられた兄弟的宗教であることを明らかにすることができなければなりません。それだけではなく、創造の動機と創造の目的と法則を明らかにし、その目的と法則が宇宙万物の運動を支配しているということと、人間が守らなければならない規範も結局この宇宙の法則、すなわち天道と一致することを解明しなければならないのです。神は宗派主義者でも教派主義者でもありません。表裏の死を抹殺にとらわれる神ではないのです。神の父母としての心情、そして大いなる愛の心には民族と人種の区分がありません。国家や文化伝統の壁もありません。神は今日も万民を同じ息子娘として抱くために努力しておられます。愛の主体がいなければ何もないように感じます。しかし愛の主体がいればすべてのものが満ちるのです。愛がいっぱいに満ちてこそすべてのものが満ちるので、
無限に与えることができるし、真実に与えることができるという結論が出てきます。授受することは理想の実現です。理想の繁殖です。愛の世界は距離を超越します。愛がどれほど速いのかといえば、光もついていくことができません。一番速いのが愛です。一番明るいのも愛です。一番完全なものも愛です。一番完全に満ちるのも愛です。